感じに回転しながら、弾を発射し続けています。プリミティアプレイヤーエールです。なんと、いきなりアップデートが来たので、まずはそのアップデート内容から紹介しましょう。主な変更点は、コンデンサや水晶の機能、物体消去の実装などですね。通常モードのセーブデータをロードして、自爆ドローンを破壊すると、よしコンデンサを落としました。短いバッテリーのような形状ですが、青い帯があるのが特徴です。早速機能を見てみましょう。こうやってタングステンを乗せると、一瞬で電力を消費してしまいました。この瞬間、タングステンも100度くらいまで熱せられています。要するに、高出力な代わりに、持続時間と容量の少ないバッテリーですね。容量の少なさは、充電側にバッテリーをつなぐことで、補うことができます。試しに、前回作ったスナイパーライフルのバッテリーを減らして、コンデンサをつないでみるとどうでしょうか。なるほど。コンデンサ一つでは、火薬の着火まではいかないみたいです。コンデンサを2つに増やすと、一瞬で点火することができました。でも、コンデンサの充電速度は遅いので、次の弾を撃つのには、時間がかかってしまいます。コンデンサを縦に繋いだり、3つつけたり、いろいろと試していますが、なぜか複数の弾が、同時に点火してしまうことが多くなりました。多分、この仕組みに電気を流したときに、一瞬全体に電気が流れる瞬間があって、その時に複数点火しているようです。このスナイパーライフルには、普通にバッテリーをつけた方が良さそうです。では次は、物体削除機能を使ってみましょう。コレクションの左下にある、物体削除を選択した後、消したい範囲を選択して、トリガーボタンを離すことで、一気に消すことができます。便利な機能で助かりますね。スタート地点のモノリスも消し去ることができました。さらに、こんな感じで、厚さ1センチの水晶を並べて、それぞれに LED をつけると、こんな感じで、光が遅れて伝達されます。これは、厚さ1センチの水晶に、電気の流れを 0.1 秒遅らせる効果が、追加されたからですね。タイミングをずらすのに使えそうです。アップデート内容の紹介はこのくらいにして、いつものものづくりに戻りましょう。プリミティアプレイヤーエールです。今回は、グレネードランチャーを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材と仕組みを搭載して、より使いやすくしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは回転式弾倉の仕組みからですね。8発の弾を発射するために、こんな感じでゴムの塊をペアリング製のジグを使って、中心を合わせて角度をずらして繋げたら、モーターに繋げて、ペアリングの軸で軽く押さえつけるようにすることで、8箇所で緩く止まるようにしました。でも、まだちょっと緩かったので、ゴムの塊のサイズをもう少し大きくして、もう一度作り直しましょう。こちらに電気を流すと、ちゃんと少しずつ回転して、止まってくれています。でも、回りすぎることが多いので、ロックする機構は必要ですね。あとは、8本の古代の合金の棒を放射状に取り付ければ、回転式弾倉の仕組みは完成です。あとはこちらにくっつける玉を作っていきます。
適度な距離に弾を飛ばすために、火薬を小さめにした威力の低い弾を作って火をつけると、リンゴの部品が壊れません。これが消滅しないことには連発の仕組みがうまく動かないので、こんな感じでリンゴを限界まで焦がして少し火をつけただけで燃え尽きる状態にしましょう。これなら火をつけるだけで消滅するんじゃないでしょうか。早速試してみると、松ぼっくりの炎で炙っていますが、点火するのが遅いです。リンゴは水分があるので燃えにくいのかもしれませんね。しょうがないので火薬の量を増やして爆発の威力で破壊できるようにしました。これで爆発するまでモーターに通電しない仕組みができるはずです。距離が必要以上に出そうですが、その分弾を重くすれば問題ないはずです。このくらいの火薬を飛ばしながら、いいタイミングで爆発するように、導火線を調整していきましょう。細い木と複数の松ぼっくりを使って、点火速度を調整することで、遠くに飛んでいって地面に落ちたところで、爆発するようになってくれました。角度によってタイミングにズレがありますが、よしとしましょう。こちらを回転式断層にセットして、電気を流してみると、ちゃんと点火した後に回転して、次々に弾を発射できました。でも、回転しすぎなので、ロック機構を追加しましょう。弾を発射すると外れるゴムのパーツをゴムの塊で受け止めることで、一発ずつロックされるようにしてみました。でも、コンデンサをつけて着火すると、壊れたり、暴発することが多いです。どうやら、コンデンサの出力が高すぎて、モーターが必要以上に高速回転したり、余計なものが燃えることで、点火に失敗しているみたいです。そこで、タングステンのかけらを増やして、出力を弱くすることで、ちょうどいいタイミングで、点火できるようになってきました。いい感じに回転しながら、弾を発射し続けています。バッテリー4本で、コンデンサを充電したのも良かったみたいです。これでグレネードランチャーは完成ですね。今度はカメラに向かって撃ってみましょう。弾速が遅くて、弾がよく見えるので、撃っている感がありますね。遠くで爆発するのも楽しいです。では、いつものように巨大な木を狙って撃ってみます。葉っぱの高さが高すぎて、うまく当たりませんね。かといって、木の幹の部分を狙っても、ダメージが足りず、破壊することができません。そこで、木の葉っぱになるだけ近づいて撃てるように、足場を追加しながら、何度も発射していると、よし、破壊できました。ぶつかるダメージと爆発ダメージが二重に入るのが強いです。次はドローン工場の壁です。内部に弾を落とそうとしていますが、火薬部分にぶつかると壊れて引火しなくなってしまいます。なので、直接壁にぶち当てることで、なかなかのダメージを与えて破壊することができました。弾が重くて減速しやすいので、近距離で撃つほどダメージが高いです。続いて風力発電機です。一発目は外しましたが、それからの弾は直撃ダメージと爆発ダメージをどんどん与えて耐久力を削ることでしっかりとどめを刺すことができました。それでは次はこちらのサゴキャラの大群を狙ってグレネードランチャーで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、サゴキャラが草でできているので、引火させることができれば、火薬が爆発して一気に吹き飛ばすことができます。こういう大量の敵には効果的な武器ですね。ち
ちなみに私の視点だと、こんな感じです。バッテリー部分を体に押し付けて、両手で支えながら、トリガーを引くと、好きなタイミングで爆発する球を発射できます。コンデンサがあるので、少し間を空けた方が、トリガーからの発射は早いです。それでは最後は、イエロースライムに効くように、玉にガラスのかけらを追加したら、こちらの巨大スライムを狙って、グレネードランチャーで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？いきますよー。発射ー！ダメージが入りません。スライムが飛び跳ねているので、衝撃力は高いみたいです。なんとか倒せるように、全体につけるガラスを増やしていきながら、何度も打ち続けていると、やったー！巨大スライムを倒しました。32本重ねたガラスの針が当たって、ドリルのように耐久力を削ってくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、グレネードランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。